経験してよかったけど、まあしんどかったね。それはしんどいですね。すごいなんかもうボロクソ言われるし、ギリギリ帰った途端にシャワーに入ってまた仕事に戻った。仕事に行くみたいな。はい。しんど。もうその酔っ払った状態で。どうも、おしゃべりジョージでございます。あとはクレイゴ東京でございますと。はい、皆さんご無沙汰しております。前回ですね、クレイグ君と、動画を撮って、結構ね、反響がすごかったよね。よかったですね。ロンドンのね。そうですね。結構ね、再生数もすごかったし、コメントもね、たくさんいただいて、本当に皆さんね、ありがとうございますと。はい。ということでね、またね、ちょっと、クレイグとね、また動画撮りたいなと思っていて、まあ、現在に至りますと。今日はですね、クレイグが、まあ、日本に来て、まあ、イギリスからね、日本に来て、こう、びっくりしたことっていうか、についていろいろちょっと話していきたいなと思っていて、まあ、クレイグに関しては、ね、日本に来る前に結構日本語をね、はい。長年勉強、何年ぐらい勉強してたっけ？ああといつ来たっけ？日本に。もう一回ちょっと改めて。まあそうです。去年1月末あたりに日本に来て、なのでそろそろ、まあ、もうちょいで2年か。2年弱ですね。なるほど、そうね。もう今のところは来る前に、まあ、およそ6年間ぐらい日本語を勉強して、独学で勉強してて、で、まあそうですね。普通にこの切ってから日本語を仕事で使ってます。まあ最初の方は正直やっぱ英語がまあ半分、日本語が半分みたいな感じで仕事したんですけども、そうですね。でも数ヶ月前に新しいチームに移動してきて、まあそれは完全に日本語になったっていう。もう五分五分だったその環境がいきなりもう 100% 日本語に。100%。すごいね、いいね。まあ希望嬉しかったろ。まあそうですね。ね。それはそうですね。あえてそのところに。なるほどね。2年弱ということで、日本に来る前に、まあ、日本語が普通にもう多分今とそんなに変わらないでしょと思うんですけど、まあちょっと、この間久々に同僚に会ってきて、彼はちょっとこれがものすごく成長したんじゃないか。まあでも、そうですね。ちょっとそれは本当かどうかはわからないですけど、まあ言われてます。いや絶対成長してると思うよ。絶対にこの2年とはいえ短い期間だけども絶対ね100% の日本語の環境になって、まあ僕はだから一方で長いじゃないですか、日本が地味にね。もう来年でもう全部で多分もうちょいで15年かな。いや全部合わせるとね、ずっといるわけではないんだけども、まあ全部合わせるともうちょいで15年だから、俺はもう地味に長くて、もうなんならね、もうなんだろうな、イギリスに帰ると逆にもう逆カルチャーショックがすごくてっていう、日本に慣れすぎてね。無理ない話ですね。そうだからもう日本が俺にとって結構当たり前のように、なんだろうな、なってるから、あんまりこう驚くことはもうだいぶ減ったなっていう、まあ一通り経験してるから、いろんなこと、いろんな仕事も日本全都道府県も制覇して、いろんなとこ行ってね、経験が結構豊富なので、なのでちょっとねまあ比較っていうか、お互いのこう感覚の違いっていうか、ちょっと確認しつつ、お話できればなと思います。すいません、ちょっとイントロが、長かったんですけども、そんな感じで、やっていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずね、ちょっとまあクリスマスだって、この前ねクリスマスだったじゃないですか。日本のクリスマスどう思った？いやちょっとこれ2回目かな。2回目ですね。だよね。どう知ってた？日本ってさ、クリスマスに何をするのか。KFC を買うことくらいじゃないですか。そうなのよ。チキンを食べるっていう習慣があって。習慣。いやでもうなんかもはや伝統になりつつあるっていうか日本ではね。それはなぜか知ってる？いやちょっと自分なりに考えたんですけど。そのカーノなんサンダーズね。ちょっとまあサンタクロースとちょっと似てるじゃないですか。ね、まあ白いひげもあるしね。勝手に彼はサンタクロースなんじゃないかっていう。まあでも惜しいかな。なんかね一応ちょっと調べたんだよ。昔ね、俺も気になったことあって、なんかもうずっとこんなにね長いこと日本にいると途中でそういえばさ、なんで日本人ってクリスマスに KFC を食うんだろうと思って調べたことあって、確かに記憶が正しければ、まあやっぱ KFC のマーケティングがうまかったっていう話なんだけど、要はもうクリスマスにまあそのちょっとの海外チックなことを外国人伝統は七面鳥じゃないですか。ターキー食べるじゃない。イギリスでもそうだと思う。アメリカとかもね。クリスマスディナーっていうのがあって、まあ、七面鳥と、まあ、いろんな野菜とグレイビーかけて食べると思うんだけども、日本はそういうのがないから、だからもう要はもうこれを作るために何ができるかっていう、ギャップを埋めるっていう感じ。まあバレンタインデーもそうだしさ、
やっぱ日本はそういうのはマーケが結構ねうまいのよ。もともと日本にそういう文化がないのに、ね、うまいことねこうマーケティングで日本人をそれでこう釣るっていうか、そうでそれで確か70年代に KFC がすごい CM やってて、それで日本人がそういうチキンを食べるようになったらしいよ。だから結構もう70だから俺らが生まれる前から、これはだいぶ前の話日本で結構もう根付いてることだからそれ結構ね俺も驚いてたんだけどどう思うそれ。いやちょっと不思議なんですよ。だからイギリスに行くと大体そんなすごい長丁場の列を見ると大体黒人じゃないですか。まあ KFC はねものすごいやっぱ、んチキンはみんながとにかく大好きで多分遺伝子に組み込まれてるんじゃないかと思うくらい黒人全員がまあねチキンが大好きなんですよね。ちょっとそういうイメージありますよね。普通にフライドチキンね KFC を見ればやっぱ黒人だらけなんですよ。僕も含めてなんか例外ではないですけど、はい、なので日本人が黒人のようにあんな風に並んでるのはやっぱ不思議で仕方がないですよね。はい。なるほどね。ちょっとびっくりしました最初。はい。手島さん普通に仕事してたの？あ、そうですね。はい。どう気持ちって俺も結構ね日本初めて来た時にクリスマスに仕事をするっていうのがすごいなんかなんだろうな。なんかね、いや苦痛っていうかね、なんかね気持ち悪くて、イギリスって絶対働かないじゃないですか、クリスマスは。もうクリスマスイブからあとねイギリスだとクリスマスデーの次の日にボクシングデーっていうのがあるんだよね。もうその日は絶対にねみんな働かないんですよ。ね。そうですよね。で基本的にそのまま年末年始まで。ちょっと曜日のあれに寄ってくるんだけども大体みんなそこから年末年始まで休むよね。そうですね。そううちの同僚は海外、イギリスで、単身赴任で行ったんですけど、その時その現地の人と話しててやっぱ日本で普通にクリスマスの日に働きますよって伝えたら、いやクリスマスの日で働くなんて死の方がマシだというくらいイギリス人がやっぱ、クリスマスの日に働くのがありえないらしいです。だから抵抗感がやっぱりね俺もあったのよ。だから社会人デビューして国内営業で普通に日本の大企業で働いてたんだけど、やっぱね俺ねクリスマスを休もうと思って、結構前もって9月ぐらいに、9月か10月ぐらいに上司に対してね、ちょっとクリスマスちょっとイギリス帰ろうかなと思ってるんですけどもみたいな言ったら「は？」って言われてなんでてめえだけが休んで俺らが日本で仕事してんだよてめえみたいな言われてじゃあダメですかみたいなダメだよみたいなダメに決まってるだろダメに決まってんだろこの野郎っつってお前一番の下っ端だからよみたいななんか泣きそうになって俺みたいな初めてだからもう社会人デビューしてクリスマスでも働くんだ俺はと思ってすごいねちょっとねなんかちょっと複雑な気持ちだったんだよね当時は。それだったらもうこれ2015年の話なんだけどだからもう10年以上前なんだけど今だとね全然そんなことないですよ。もう慣れちゃったからもう全然僕ももうここもう何年もずっとクリスマス普通に仕事はしてるんだけど、もう慣れちゃったからね。ただやっぱりね最初ね日本に来てやっぱすごい衝撃受けたっていうかでもあんま衝撃受けてなさそうだよね。抵抗感なさそう。まず前もってそれをしてたんですよね。そういう文化がありますよと。あとはやっぱ30代であんまりこうやっぱ家族とかあんまりこっちにはいないので、そんなにクリスマスをお祝いしたいっていう気持ちはそんなに強くないっていうのがありますね。なるほどね。そうですね。であとは企業によると思います。外国人がそのさっきのシーンを見ると多分引いちゃうと思うんですけど、やっぱ会社によります。こっちはホワイトなんで、休もうと思えば全然休めるし。なるほどね。なのでもし希望したらそれは全然可能なんです。ただ僕は別にやることはなくて、普通に働くことにしたんですね。年末年始を休むの方が楽しいし、やっぱやることが増えるわけなんですよね、日本では。なんでそっちの方が楽しいかなと。なるほどね。クレイグってもともとロンドンで、仕事はしてたんだけども日系企業だよね。日本の企業だよね。でそれは社会人デビューしてすぐその会社それともいろいろ転職してそこにたどり着いたっていう感じ？どう説明すればいいんでしょう。最初に大学に行かなかったので最初の営業をやってて、2年間を経て大学に入って、大学を卒業してすぐその会社に入った。今の会社。今の会社。今もそうだよね。社内移動でここに来られました。そうだよね。そうだよね。じゃあもう一生懸命日本語を勉強しながら仕事をして
はい、で、移動を希望して、希望を出して、でやっと念願の日本、ジパングに来られましたと。そうですね。なるほどね。どうですか？俺ね、俺逆にね、日本でしか働いたことないのよ。逆に。不思議なんですね。そう、イギリスで働いたことないから、バイトはあるよ、昔。バイトはあるけど、ちゃんと、社会人として、イギリスで働いたことないのよ。だ逆にすごい聞きたくて。でも日本で俺は、もう、大企業もスタートアップも、いろんな会社とか企業を経験してるから、割とその面においては結構経験は豊富だけど、あとね、日本の企業も外資系も両方あるのよ、俺、経験は。だから、まあ、なんとなく、こう、その違いだったりとかは結構あるんだけど、海外で、日本は海外だけどね。でも、イギリスで働いたことがないから、どうですか？その違いがどうなのかなってすごい気になってて。わかりました。お願いします。お願いします。まあそうですね。まずイギリスではその上下関係っていうようなものはあんまりないですね。実際その営業の企業はちょっとバックグラウンド説明させていただくと、15人ぐらいしかいなくて、割と15人ぐらい。そうそう中小企業でそのロンドンのオフィスがね。オフィスのいやその営業の仕事、営業ね。ロンドンしかなかったです。そういう経験もあれば、今の会社大手企業なんですけれども、そういう経験もありますと。ロンドンではまず日本の企業とはいえそんなに日本人の数は結構少ないんです。少ないんだ。はい。なるほど。じゃあやっぱ現地の人が多いんだ。そうですね。なるほど。5%、10% に至らないぐらいの感じで。なるほどね。じゃあ日本の企業とはいえ日本人は比較的少数派。少数派ですし、なるほどね。あとはやっぱその日本人がなんだろう、その日本人のバブルに過ごす傾向がやっぱありますよね。日本人は日本人で固まって。そう、他の人と関わらないように。僕が無理やりにそのバブルに入ったんですけれども、バブルを。そう謎の外国人一人がそのバブルに入ってる感じなんですけども、基本的にあんまり現地の人とそんなに関わらないっていうのがあります。寂しいね、それね。ちょっとね、なんかせっかくね。せっかくというか、ほとんどの場合あんまり行きたくて行ってるわけじゃないからね。命令されて、お前はあさってからイギリスみたいな。ロンドンに行ってこいっつって。そう行ってこい。経験してこいっていう感じで、無理やりに行かせてるから。じゃあ英語がそんなに喋らないですよ。できたとして、みんなこの会社だからある程度の英語できないとやっぱそもそも入社できないっていうのがちょっと最低のちょっと基準としてはありますけれども、とはいえ、上手じゃなければやっぱすごい苦痛なんですよね。しんどいよね。そう、英語で話すと。で、なかなかその本音を言えないし、なのでできればそれを避けたがる。でも逆に日本語が喋れるクレイグ、すごい嬉しかったんじゃない？日本人のみんな。そう迷惑だったかな。こんなやつ見んのかみたいな。こいつ変わってるけど嬉しいみたいな。なるほどね。じゃあ日本人のその単身赴任っていうか普通に移動でやってきた日本人の社員の方と交流が結構あったのか。そうです。社内ではとにかくビジネスがプライオリティで、なんか機会を作ってとか、仕事の後とか飲み会とかを積極的に参加したりとか、どちらかというと日本の関わりはほとんどプライベートでいろいろな駐在員向けのなんかイベントとか、そういうのを割と月1回ぐらいの頻度で参加してたんで、そこでやっぱその徐々に自分の日本人のネットワークを広げていったっていう感じでした。素晴らしい素晴らしい、いいね。ワークライフバランスはどうだった？ワークライフバランスはあんまり変わらないですね、正直。じゃあロンドンでも残業があった？残業あった。うわマジで？でもそれはイギリスの会社はこうだっていうよりも、今の働いてる業界の特徴はやっぱとにかく激務、長時間労働がもう当たり前っていうことなんですよね。だからその前の営業の仕事はそんな感じではなかった。なんなら Go home early ターゲット、早めに帰れる、このノルマさえ達成すれば早めに帰ってもいいよっていう制度があった。昼とかでも午後1時とか普通に帰れる時も全然あったので、だから本当にそれは会社によります。なるほど。でもやっぱ一般的になんだろうね、その日本の方が若干長い、1時間ぐらい増えたって感じなんですね。
実際に日本に来て、残業もともとロンドンでも残業はしてたけども、日本に来てそれがさらにちょっと1時間ぐらい伸びたと。まあそうですね。なるほど。そんなに変わらないかもな。でも本当に中にはすごい長時間労働をしてる人がいます。それはまずイギリスにいない。なるほどね。11時とか徹夜とか、なんならまあ午前1時とかメールを普通に返信してくれる人がいるので、それイギリスではありえない。そうだよね。そうだよね。でもさ、イギリスもあんまさ残業の概念がないっていうかさ、なんかみんな嫌がるじゃん。絶対したくないじゃん。でもそれどうだったの？現地の俺これは本当に知らないからすごい聞きたいんだけど、その同じ日本の企業、その企業で働いてた現地の人が多かったって、まあ9割、9割8割ぐらい。嫌がってなかったみんなその残業って。いやまあ自然となんかやってた感じ。全然なんだろうね。会社なので、で結構我々が働いてるところはフロントの部分、最前線でもその利益を上げるところなので、まあ給料はすごく高いですよね。いいですね。まあ自分から言うのはあれなんですけど、事実としてそれはそうなんですよね。でもその分働かないとしっかり働かないと、じゃないともうアウトでアップアウトって感じなんですよ。すぐ首切られるからね。全然おかしくないですよね。じゃあ結構みんな覚悟の上なんだ。覚悟の上。なるほどね。じゃないとそもそもこの業界に入れないし、入れない方が正しい。なるほど。じゃあまとめると、日本の企業だから残業してたというよりは、もう仕事上、もうそうせざるを得ないという仕事柄っていうか、もうだからあんま関係なかったんだ。逆にそれはありがたかったかもしれないですね。なぜならそのロンドンで長時間働いてたから、日本に来てそんなに変わらなかったから、そんなにしんどくはなかったですね。なるほどね。外国人がすごいそこにはちょっとショックとかギャップを感じるじゃないですか。今働いてるのはだいたい毎日12時間ぐらいですね。12時間だからだいたい何時に出勤してるっけ？毎日出勤で8時半から8時半までみたいな。なるほどね。8時半から8時半か。毎日はそうではないけど、少し早い日もあれば少しそれより長い日もあります。なるほどね。平均っていうとそれぐらいですかね。結構働いてるね。昼休みはちゃんと取れてる？いや取れてない。取れてるっていうか、もちろん筋トレやってるので、それなりになんか栄養バランスを意識してる方だと思うんですけども、ランチは基本的に買いに行って、戻ってきて机で食べる。オフィスで食べて、でそのまままた仕事。そうですね。しんどいね。電話が来たらもう。どんな状態でも答えなきゃいけない。おにぎり食べながらなんかかしこまりました。さようでございます。なるほどね。そっか、なるほどね。いや聞きたいんだけど、どうですか日本に来て、100% の日本語のね環境になって、どうですかこの2年の間ですごい良かったことと、なんか逆にめっちゃ失敗してしもうたわみたいななんかあります？なんか失敗談っていうか、なんかこれちょっとやべえ俺やっちゃいけないことやっちゃったとか、なんでもいいんだけど、ちょっとちょっと冷や汗かくようなエピソードはない？仕事ではそれとも仕事細かい内容については触れなくていいよ。商品がどうのこうのとか別にいいんだけど、自分のなんだろうな、何か失敗っていうか、ちょっとあるいはイギリスではありえないようなハプニングだったりとか何でもいいんだけど、なんかあります？いや仕事ではあんまりない。あんまない。俺はもう完璧だと。いやでも俺は毎日完璧にこなしてるぜ俺は。いや運が良かっただけです。だから最初の方は英語と日本語両方使ってる環境にいて、でやっぱり僕が外国人であることであんまり最初の方からそんなに重大な仕事は日本語で任せられなかったですね。なるほどね。なんかこいつはどれぐらいできるのか、実際ね、で徐々になんか僕の能力を試して信頼を得て、そう信頼を得た上で今のポジションに至ったって感じなんですね。だから最初からやっぱ無謀ですよね。向こうがなんかわけわかんない外国人がいきなり行こうよ外交に行こうぜと言われたらちょっとね、あんまないんだ。あんまりないんですけど、でもプライベートの方ではやっぱたまに苦労してることはやっぱありますね。プライベートというかちょっと同僚と人間関係というか、これ聞きたい。俺ねなんか一瞬だけちょっと俺もだから日本に来て多分俺も比較的割と全部普通にね言葉問題ないし、もう言葉の壁
とっくに俺突破してるから、してる、はいはい、その辺に関しては割と自信はあるんだけども、はい、やっぱ人間関係がやっぱ結構ね俺もいろいろ失敗してきてるから、はいはいはい、日本人とのコミュニケーションの取り方だったりとか、はいはいはい、まあ伝え方だったりとか、はいはい、まあいろんなね、俺もいろんな職場で働いてきて、まあ年下もいれば年上も、あと女性だったり男性もいろいろちょっと違うので、はい、その辺ちょっとどうですか、コミュニケーションでは、まあ、もちろんねペラペラだけども、はい、やっぱその言葉だけじゃなくて文化もあるんで、伝え方、コミュニケーションの取り方もやっぱ日本とイギリスって結構違うと思っていて、どうですかその上で、別にまあ仕事でもプライベートでも何でもいいんだけど、ちょっとその辺ちょっとどうですか、実際に日本に来て、うわそっかみたいな、なんかそういうなんか瞬間ない？ありますあります。どうぞもう話せる範囲で。それを話す前に、イギリスはやっぱりアメリカよりも日本に近いと思います。それはあるまあ遠回ししてる。遠回しね言うもんね。イギリスの中でも俺結構なんだろう、保守的なタイプなんですよね。なかなかストレートに言葉をぶつけないタイプだから、まあそのなんていうその日本人らしさはある程度やっぱまとってるっていう感じなんですね。でもまあそれでその僕でもやっぱり文化の知識とか、まあそこにはどうしてもギャップが生じるんですよね。特に僕の場合やっぱ向こうで独学で勉強したので、独学っていうのは自分が選んだコンテンツを基づいてやっぱ能力を構築してきたわけなんですよね。となると自分に興味がないものに対してあんまり知識がやっぱないですよね。義務教育を受けてないですし、だからその日本人が知って当たり前のことは僕が知らないっていうところがたまにバレるというのはちょっと変なんですけど、そこでやっぱり外国人だなという、だからみんな忘れちゃうんですよね、普通にこうして話してると。そういえばクレイグって外人だったみたいな、そういう瞬間はたまにあります。で、一つの例を挙げるならばそう実例聞きたい。はい、その2人で同僚が、結構キャバクラに行くのが好きなんですよね。でリアルですね。はいはいはい。イギリスはキャバクラって基本的にないんです。ないね。キャバクラないね。必死に探せば多分なんか日本人が経営してる駐在向けのあるかもね。キャバクラはあるかもしれないかわからないですけど。なんか言ってそう。いや。そもそもそういうのあんまり興味ないんですよね。そうですか。本当に。いや本当に。そうなんですね。あんまりわからない。僕はどちらかというとやっぱ女性を話しかけて自分でね借りに行くとチャレンジしていく方が楽しいと思う。なるほどね。断られる可能性があるからこそ楽しい。お金を払うんじゃなくてね、俺は自分の能力で俺は女を得るんだと。はい。別になんかキャバクラが悪いと別に思ってないし、なんかそういうところに通うことでやっぱ仕事をより頑張りたいと思うようになる人もいれば、普通にやっぱ女性があんまり関わりがない人がそのキャバクラに通うことによってその自信をついたりとか、そういうニーズはしっかり応えてるのはやっぱりいいことだと思うんですけれども、それでもじゃあ行ったのキャバクラに？いや行ったんだ。もうなんか5人ぐらい行って、会社の同僚とね、カラオケの後にキャバクラに行って、もう典型的な。そうで入ったらやっぱ結構ルールがすごくありますよね。キャバクラで。俺ねキャバクラ行ったことないんだけど。そうなんですか？ないのよ。俺もね興味ないの。いや俺も興味ないんですけど、もう必然的に。それ以外のちょっといろいろ話、ちょっとこのエピソードちょっと過激すぎるんでちょっと控えさせてもらいますけども、でもキャバクラはないけどなんだろうな、なんとなくこうどういうものかは知ってる。言ってる日本人の人今までたくさんいたから、話はたくさん聞いてる。なるほど。なのでルールが。いや俺全く知らなかったです。でもうカラオケでひたすら飲んでたからもうすぐに酔ってる状態でそのところにやってきて、でそれどうもいやお触りはダメですよ。お客様お触りはダメですよ。それはさすがにないですけど。ルールが説明して、で普通になんかこんな感じで飲み物が置かれてますよね。そのお客さんの分が。で女性があんまり飲まないですか？じゃあいただきますと思ったら。同僚にすごい怒られて「おいボケ、なんか女の子の飲み物の分を頼んでない段階で飲んでんじゃねえぞ」みたいな「じゃあ失礼しました」みたいな。だって飲まないですかと言われたからもう飲むじゃん。そうだよね。と思ったけどやっぱり女性の飲み物がないけど、でも向こうが飲まないのかなと思って、でもやっぱり我々がこの大金を払う上でこの女性たちの分の飲み物を買わなきゃいけないっていうルールがあります。なるほどね。知らなかった。失礼しました。で買って水でいいっつって水だったらやるよっつって。いや
なるほどね。そうでそれもあって、であとは指名料っていうのがありますね。この女性がいいからちょっと、時間を延長したい場合、指名特別料金を払ってそれ延長するんですよね。僕はそこも当然知らなかったですね。なのでちょっと和気あいあいとこの女性と話している中で、この女性はやっぱ楽しい、もうちょっと話したいな。じゃあ話しましょうか。だから何が悪いんですか。オッケー、いいんですか。なんで確認を取ろうとして。別に良くないですか。で、わかりました。じゃあ20万になります。そう。いや言わなかった言わないのよ。でしかも1時間ごとにその料金が倍になったりするので、何も言われない。だから危険なんですよ。ぼったくりって言います。そうだからそれ炎上したんで、その書いてる際にそこの兄さんがやっぱその指名料をなるほど、やばいね。で同僚マジお前バカなの。いや教えられよっつってね。そういうのがあります。そうだよね。ちょっとね、もう同僚がねちゃんとしっかりとねそれをね教えるべきだったよね。そうだから分かるわけないもんね。でも彼らにとってやっぱカバカリに通うのは当たり前だから、みんな普段からめっちゃ通いまくってるから、俺は常にこんな場所にもう好きだという日本人思い込んでしまった。日本人だと思って連れてってるからね。俺はハントなんだよっつって言って、それはちょっとカルチャーショックというか、イギリスにもないものを日本で経験するとどうしてもやっぱその知識のギャップが生じてしまう。そうだね。なるほど。それでつながるんだけど、これもねちょっと聞きたかったのよ。日本の飲みの文化ってどう思った？実際多分ほらイギリスでは多分なんだろうな、どうだろう、イギリスでもそういう飲み会みたいなのあった？なんか今すごい顔したな。イギリスの方がひどいです。イギリスの方がひどかったんだ。ひどいです。聞きたい。俺だからわかんないからこういうの聞きたい。日本に来る前にやっぱ独学の一環としていろんな日本のドラマを見たりしてたんで、そこでやっぱその飲み会文化、こういうのがありますよ。ちょっとヘビだなと思いつつも、いやロンドンの会社に入ってからもう上司がひたすら飲む、やっぱパブとかで何も食わずにひたすら飲む。それはロンドンのそれはイギリスの文化だもんね。食べないでまず酔っ払って意味わかんない。だって俺筋トレしてるからやばいんですよ。そうだよね、真面目だもんね。分解しちゃうし、俺のゲインズが俺のゲインズがいやお前らが筋トレしてないからわかんねえけどさみたいな内心ね思いつつあります。でもなんか表面上いただきますみたいな。やっぱ頂戴いたします。仕事の一環だからね、飲みっていうのがね。そう、飲みニケーションって言うんですよね。飲みニケーションね、そうなのよ。でもそれはしんどいですよ。本当にね、トイレに行ってなんか飲み物をトイレに出したぐらい。プロテイン飲んでんでしょ。これはいやなるほどね。いやそれぐらいもうしんどくて、もうこれ以上飲めないですよ。なるほど。ベンチでちょっと意識失って。ホームレスが俺のポケットをちょっと財布取ろうとしたんだからがきっかけで起きちゃったんですよ。もう危険ですよ。日本ではそういうのはないんですよ。逆に今日本ではなんていうコンプライアンス時代と言われてるので、そっか、みんな結構敏感なんですよね。飲まなくていいんですよ。超繊細っていうか結構気を使います。ここ数年ね、俺まだね2015年はねそういうのはなくて、パワハラの時代。いやもう全然もうガンガンもうそういうのマジでもう下っ端だったし、超もうこき使われて、飲みの文化とかももう厳しくて、もう全部だからもうしてるかな、でも知らないか、もう継ぎ方まで決まってるから、飲み会では、まずその企画っていうか準備全部俺がやらされて、で全員予約取って、そう全部用意して、で上座っていうのがある、ちゃんと誰がどこに座るのか、一番偉い人の座る場所も決まってるから、それもちゃんとやって、で飲み会中は自分は食べていけない。みんな食べてんだけど自分が食べてると「おい」って言われるから、とにかく先輩の方々の飲み物が少しでもちょっともうあともうちょいでなくなりそうだったらすぐやらなかったら超怒鳴れてたし、あともう終わってからね全部片付けして忘れ物ないかとか全部やってわーってすごいやらされてた。そうなんですよ。外国人があんな経験をされるのはちょっと珍しくないですか？いやそうなのよ。だからもう俺もだからあえてその国内営業を選んでたから、ある意味自分が希望してたところに行ってたっていうのがあるんだけど、でもなんか経験してよかったけどしんどかったね。それはしんどいですね。すごいなんかもうボロクソ言われるし、
ちょっといろいろなんか辛いこともあったんだけど、そっか今だとはもうあんまそういうのもでも確かになんか聞くよね。なんかそういうのがちょっとできなくまあよく今ね若い子が入社してすぐ辞めることが今すごい問題視されてんだけど、でやっぱパワハラとかすぐなんかこう言ってそれが問題なみたいな。いや俺の時代ねえよ。俺の時代結構変わりました10年しか経ってないけどだいぶやっぱ変わったんだな。なるほど。じゃああんまり日本に来てその飲みがきついとかないんだ。ないじゃあ行くのは行くんだけどお酒は別に飲まなくてよくてみたいなそういう感じ？それともそうですね。はい。もう行かない？いや、行きます。むしろ行くのが好きなタイプなんで、なるほどね。もちろんほどほどに飲めば、はい。でも1、2杯ぐらいはね別にね。そうですよね。ああやってね同僚の違う面を見れるし、ちょっとこうね仲良くできます。これもねまたこの外人が日本人を語って何者だみたいなお前はそういう資格ねえぞって言われるかもしれないけどやっぱ日本人は職場仕事してる時の日本人と飲み会してる時の日本人って全然違う生き物だと思ってて俺は。そうですね。わかる？わかるでしょ？それがすごいおもろいなと思っててイギリス人ってそんなまあちょっとなんかこうなんだろうなイギリス人もお酒入ってくるとちょっとこうさらにこう陽気だったりとかまあちょっとこうやらかしたりとかもすると思うけど日本人はもう表変するよね。もう全然違うよね。それがすごいだから面白いですね。職場の時の日本人とちょっとこうなんか関わりづらいなってちょっと感じることは結構あったけど昔、でもなんか飲みに行くとこいつめっちゃいいやつじゃんみたいなもうずっとこれでいいよってなんか思ってんだけどやっぱなんか全然違うんだよね。で飲んだ次の日に職場で会うとまたなんか全然また戻ったって感じ。おーっつったらなんか別にみたいな何みたいななんでそのなんか冷たい感じになってんのみたいなそれもすごいなんかやっぱこう異文化だなと思ってそれどうなんかそういうなんか感じたことある？そうですよありますね。はい。まあ多分ジョージさんほどではないですけど、やっぱり仲良くなったと思いきや実際次の日に行けばなんかもう何もなかったように接してくるんですよ。それはちょっと今少し違和感を抱きますね。何なんだろうなって感じだよね。俺なんかしたかなみたいな。夢だったのかな。ね。あれみたいな。俺なんか言ったかなみたいな。いやわかるよ。やっぱりありますね。イギリスはあんまりないですよね。みんな結構あんまり変わらないです。フランクだよねみんなね普通にね。なんなら仕事中で酒飲んでる人はいます。営業の仕事でボッドカフライデーっていうのがあって。そう精霊を達成すればその場でショットをいただくでおもろいね。椅子で回されたりでまた仕事に戻る。楽しそう。まあ著しく生産性を引き下げたと思うんですけど。まあ金曜日で花金だからね。そういいのよね。なるほどね。そっか。じゃあ今そんなに日本飲み文化きついっていうのはないか。むしろロンドンの方がきつかったのだ。むしろじゃなくて断言できます。どれぐらいの頻度で飲んでたのロンドンにいた時は？ロンドンはまあそれこそコロナがうち入社した時にコロナがあってそうね、でもインターンはその1年前だったのでインターンは一番しんどかったかもしれないです。なんならお前らがちゃんと飲めると証明するのがもう仕事の一部ですよっていう感覚でそうもうやばいそのインターンはマジでイカゲームみたいな感じなんですよ。本当に死ぬかもと思いながら頑張ってその途中で人事部の方が辞めたんでその送別会なのがあってでまあ流れはちょっと覚えてないですけどクラブに行ったんだ。そうで次の日は仕事なのにみんなもうみんなは帰らないぞ。やっぱ一人が朝まで帰らないとみんな一団となってもうロッキー遊ぶぞと。で一人がビクトリアの駅でもうボロボロにホームレスみたいな状態でもう寝ちゃって俺ギリギリ帰った途端にシャワーに入ってまた仕事に戻った。しんど。もうその酔っ払った状態でまあほとんどみんなはそうだと思うんですけどでそのビクトリア駅ので寝た人は朝一で誰よりも早く出勤したもうすぐそこにあるからもうブレイザーとかがボロボロで目が真っ赤だしもう帰れよ。お前はもう帰っていいよと。
仕事にならんぞお前なんでこの格好ね周りが言われてるぐらいやっぱこいつこいつやべえぞっつってホームレスじゃねえかこいつ、やばいね実際ホームレスだったんですよまあある意味ねそうホームレスと一緒にちょっとスペースありますよ俺の段ボール使うみたいなそうあらら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 なるほどねしんどかったですね、結構毎週飲んでたまあほぼ毎週ですね。なるほどみんなパブで集まって。なるほどね。じゃあ逆に今は割とヘルシーに逆に今飲みというよりはもう仕事終わったらジム行ってみたいな日々をねもうすごいもんね。もうコメントたくさんいただいてると思うんだけどねこいつすごいですよね筋肉が。それほどでは。バキバキですよ。ねこんなねすごいですよクレイク君は。どこでもいい出た2リットル。当たり前のように2リットルを飲むクレイク君すごいですよね皆さんねはいどうぞどうぞ飲んでくださいよいや恥ずかしいよガブ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 恥ずかしいよガブ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 遠慮しときますいや飲みなよいいじゃんはいいや時間は大丈夫ですかこのそうね結構喋ったねこれぐらいにしときますかね結構いろんなこと話してたと思うんですけどもでもこれいやちょっともう最後になんかあります、最後のエピソードということで日本とのねイギリスの違いというか、なんかあればぜひぜひはいこれはですね日本ではチップ文化がないですしプラス結構海外と比べたら物価が安いじゃないですかまあ特にイギリスバカ高いからね物価ねまあそうですよアメリカもそうなんですよねだからジョージは長く日本に住んでたから多分なんか周りの方がバカ高いけど、実際その逆で周りの先進国はほぼやっぱインフレ率は結構似てるんですよ、日本だけが、ちょっとねいびつというかちょっとね、ちょっと違うよね、おばあさんの80歳の誕生日プレゼントとして日本に連れていたんですよね。80歳はいあらららら日本にそうずっと日本に行きたかったからでもやっぱ 80歳からこれから年を取ればあんまり行けなくなる可能性があると思ってせっかくだから行きましょうよっつって行ったんですよね、でそれはまだ俺がイギリスに住んでた時なので、一緒に飛行機に乗って行ったって感じですね。いつだっけ2000、これは2000、コロナ前後、5なんだ。はいはいはい、じゃあ2021年かな。1年にこれまだ日本鎖国状態だったと思うけど22年ぐらいちょっとそれぐらいですね、ちょうど入れたコロナがちょっと開けて入れたすぐ入りましたって感じで、みんなもまだマスクとかしてたもんね、その時に入ったんですけども、おばあさんはポーツマス出身ですごいザ・クイーンズ・イングリッシュをしゃべる上品の人、上品の方ですね。で、価値観がすごい強いですよね。で、80歳となればね、ちょっとね、もうちょっと頑固のところはもう出来上がってるからね、完全にね。で、やっぱ日本のなんだろうそのレストランに行って別に高級レストランでも何でもないんですけど普通のレストランでもやっぱり照明が良かったし接客も最高ですし、何もかもが完璧で、もう最高ですよ。でおばあさんは大体こういうようなサービスはイギリスはめったにね経験はしないのでこういう際にやっぱりチップを払うじゃないですか。すごいお世話になったっていう表しとしてチップを渡すんじゃないですか。で渡そうとしてるんですけど当然受け取れませんと言われていやあかん This is ridiculous you must accept this かわいいなるほどねダメですよ、このチップを払わずにこの店を出るなんてありえないですよで私はそこでちょっとばあさん一旦冷静になりましょう、やっぱ日本ではこういう人を評価するなんか捉え方があるので、逆に失礼になることがあるので、ちょっと控えた方がいいかもしれないですね。ちょっと注意したんですね。失礼になるなら仕方がないですよ。渋々とその店から出たんですよね。でもちろんそのサービスが素晴らしかったっていうのがもちろんあったんですけど、それだけじゃなくてやっぱり安かったからこんだけ知らえばいいんですか。いいんですよ。ある種の罪悪感をある程度やっぱ感じたと思うんですよね。僕もそうなんですよね。いろいろ払ってる中、本当にいいんですよ。だって裏を返せばこれだけ安く支払ってるのはその人の給料はそんなに高くないっていうことになりますね。だからそれの埋め合わせっていう形でチップを払おうとするじゃないですか。アメリカもそうなんですよね。なんかそのちょっと店員さんがあんまり給料が高くないからみんなチップでその賄う形でやっぱりいただくんですよね。だからそれをしようとしたんです。だから
まあ、給料が低いけれども、チップを受け取れないっていうのはちょっと不思議で仕方がなかったですね。なるほどね。ちょっとね補足するとイギリスはちょっと日本とアメリカと違ってアメリカはもう結構チップ必須っていうか、そうですね、絶対払わないといけないみたいなちょっと空気まあ絶対払わないといけないというわけではないんだけども、まあほぼねもうちょっと反強制的な感じはちょっとあって、払わずに出ようとするどこに行くのみたいなそうなんかプッてなんかね自分の食べ物をなんかねそういうちょっとイメージあるんだけどイギリスはチップは全然必須ではなくて、求められることもないですよ。ただ、例えばどっかレストランでも何でもいいんだけども行ってすごいサービスが良かったご飯が美味しかった、サーバーの人がすごいなんか感じが良かったとか、優しかったとかっていう時に、チップをするんですよ、普通に自分の行為でなんか本当に良かったからごめんちょっとこれ受け取ってくれと、で全然その時はもちろん店側っていうかそのサーバーだったりとかは普通に受け取ってありがとう本当にまた来てくださいみたいな感じで全然違和感ないんだけども、日本は本当にね、絶対に何が何でもチップ受け取れないんですよね、絶対断れるからね、それ結構外国人みんななんか困りますよね。まあ困るというか困ってるのは日本人の方なんだけどもね、よく見るよね。俺もたまにレストラン行って、やっぱ観光客がすごい今増えて、やっぱ渋谷とかどこ行ってもそうなんだけども、やっぱレストランとかどっか入ると外国人いるんですよ、人のこと言えないけどいるんですよ観光客みたいな人がね、でやっぱチップ払おうとしてる人やっぱよく見るんですよ、で日本人が「あーノーノーノー」みたいに言って、でその外人も「何どういうなんでお金を分けようとしてるんだぜ」っていう顔をして、それでちょっとこう変な空気になるみたいな、困惑しますよね。よく見かけるんだよね。でもね俺逆の意味でこれで締めましょう。これね別の意味で俺びっくりしたことが昔あって、俺ね初めて日本来た時にどっかお店入って買い物してたのよ。でお支払いの時にもうこれ結構昔だから2000多分だからもう8年とか、めっちゃ昔だけど払おうとした時に現金で払おうとして、で俺ね1円足りんくて1円、ちょうどなんかいろいろ小銭とかあったあと1円だっていう状態でレジであと 1円足りないってこう顔見上げてなんかそれでなんかいいよって言われるのかなと思ったら、そのレジのおばさん普通に真顔で待ってんのみたいな顔されて、俺あと万件しかなかったから1万円しかなかったから、うわこれ崩さないといけないのがまたすっごい小銭増えるし嫌だなと思ってて、でなぜこの話してるかっていうと日本人聞いたら当たり前やんみたいな話だと思うけども、イギリスさ今はちょっとどうか知らんけど俺がイギリスに住んでた時に例えば子供の時とかにうちはねイギリスねコンビニっていうのはないんだけどもコーナーショップっていうねちょっとコンビニのような、お店があるんですね。よくの子供の時に何か買いに行ってもうなんならね 10p even if I'm 10p short、いいよみたいな、そうペンツペニーのねちょっと足りなかったとしても大体ね店主さん絶対いいよみたいな、いいよっつって言ってくれんのよ結構文化的にね。それは最近なくなってしまう。最近なくなったのかやっぱり。いやそう私子供の頃多分ジョージは同じだと思うんですけども、大体白人が経営してたんですよねコーナーショップで、今は100%と言ってもいいほどやっぱパキスタン人が経営してる。パキスタン人はお金となればやっぱ結構細かいんですよ。なるほど。だから基本的にはそれはないんだ。そっかイギリス変わったなやっぱり。そっかでもだから俺はそのイギリスに慣れてる時に初めて日本に来て、で1円よ1円。1円だって 1p よりはるかに少ないでしょ。1円ってどうでもいいじゃんだって。なのになんかこんな真顔でなんかすっごいなんか悲しくなった記憶があって、なんかねこれやっぱちょっとやっぱ異文化だなっていうまたちょっと感じた次第でございますと。すいません長々とまたちょっと話をねしたったんですけども皆さんいかがでしょう。結構ねいろんなね僕の話だったりクレイグの最近比較的ね日本に来てそのイギリスにいた時の話と日本にいた時の話といろいろね話してたと思うんですけどどうですかね面白かったですかねどうですかね異文化のねあと新しい情報いろいろ出たと思うので皆さん結構ね勉強になったんじゃないかなと僕も含めて思いますそうですね日本のね日本側のねいろんな話もねそうなんですよ。なのでなんか他にこれも聞きたかったとかこれもっと話聞きたいとかもし何かあれば
皆さんぜひぜひ、コメントをいただいてですね、また動画を作りたいなと思うので、よろしくお願いいたします。はい、あとなんか最後なんかあります？そうですね、コメント欄を見てるんで、それはすごい前の動画で結構フィードバックが良かったので、ちょっと例を言いたくて、皆様ありがとうございました。素晴らしい、ありがとうございます。これからもやっぱ頑張りたいと思います。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ぜひね、またね、筋肉のコメントもね、それはもういいから。こうやってコメント読みながら、とかやってるからね。よくわかってんだよ。ぜひよろしくお願いします。じゃあ今後ともよろしくお願いします。それ皆さん良いお年を。もう多分この動画が上がったタイミングではもう多分2026年になってると思うけども、皆さんね、良いお年を。また来年もよろしくお願いいたします。どうもお疲れ様です。お疲れ様です。